これすでにいい理由は、こっちをクランチにしてくれてるから。OD3 って大人になって弾いたらいいっすね。動画全部見ました。マジで？はい。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲスト、ギタリストアッシュくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だいぶご無沙汰です。そうなんよ。はい。サウンドメッセでお会いしたのが最後なんで、しかも去年のね。動画で言うと何ぶりやろうみたいな感じなんですけど、今回アッシュくんとやっていくのが、音作り。こちらにですね、身近なボスだとか、アイバリーズのエフェクターをちょっと用意してみたんですけれども、アッシュくんがこうどういうことを考えながら、つまみを回しているのかとかを説明していただきつつ、言語化しながら、脳内可視化みたいな。そう、はいはいはい。いいですか？ OK です。やった。もちろんです。はい、じゃあやっていきましょうか。はい。アンプマーシャルでやっていくので、今、アンプ直です。アンプの音作り、こう何考えながらこうスタートしていくのかなっていうの。ああ、なるほど。アンプめちゃくちゃ大事なので、今クリーンチャンネルのやつ、このまま鳴らしてみましょうか。フロントでこんな感じ。良くも悪くも聞きなじみのある音なんじゃないかなって思うんですけど、僕あんまクリーンをマーシャルでは使わなくて、ここをねポチッと押すとですね、オレンジ色にランプが変わってますよね。でこれ鳴らしてみましょう一旦。さっきよりも耳に張り付いてくる部分が取れてウォームさが追加された気がするんですけど、アンサンブル入るとね、実はこのぐらい歪んでてもクリーンに聞こえるじゃないですか。こっちの方がしっかりこの音抜けが実はあるっていう。そうですね。そこが意外と最初の頃とかって盲点だと思うんですけど、完全にクリーンだと嫌なアタックの部分だけが残っちゃうから、アンサンブルの中でこれは1個ポイントだと思います。EQ 全部センターじゃないですか、僕の中ではこれがフラットという位置づけです。トレブルが今ね0。トレブル削ったなって感じなんですけど、僕マーシャルのトレブル結構苦手で0にしがちなんですよね。そっからミドルがマックス。さっきよりもハイミッドが上がってるんで、確かに歯切れの部分が出てくる。でベースはね、もうその日によって変わったりとかするんだけど、いつもの僕の感じかなって出てる。これちょっと補足させていただくと、トレブルを下げたから高音がなくなっちゃったんじゃないかと思ったところで、みんなトレブル上げると思うんですよね。なんだけどアシ君はハイミッドとおっしゃったんですけど、ミッドのつまみを上げるとミッドを中心としてこのちょっと低めのところ、ちょっと高めのところも一緒に上がってくるので、そこでハイ感がね、ミッドを上げることによって、ハイミッドとハイの間ぐらいのところが一緒に上がってきてるんで、ちょうどいい感じになってる。そういうことです。素敵です。これが基本的な、僕は10代からやってるマーシャルのマーシャルにつないだらまずこれ。あとはその実際に耳を多分これ見て僕が言ってたから、もうミドルマックスのトレブル0でってやっても、お使いのギターとか弦のゲージ、ペダルとかいろんなこの要因で音変わると思うので、それは自分の耳を信じてベース調整したりとかで、今の感じだと気持ち上げてもいいのかなとは思ったんですね。っていう感じで、まずその素の音が良くないと、その上にいくら乗っけても回らないので、僕はそれを一番大事にしています。じゃあ続いてペダル選びですけれども、アッシュ君に選んでもらってもいいんだけれども、僕がちょっとお題を出す感じで。なるほど。これで作るならばどうしますかと。いいですか？はい、もちろんです。2台ぐらいつないでみます？あ、そうですね。スーパーをちょっとね、ここ迷ったんだけど、スーパーオーバードライブとブルースドライバー行ってみるか。おお、いいじゃないですか。ここら辺はね、みんながこれ全部取るんだけれども、特にブルースドライバー持ってる子よく見かけるので、すごいいいかもしれない。じゃあつないでみますね。お願いします。はい、じゃあつながりました。今回オーバードライブを前につないでみたんですね。でこれはちょっと迷いました、正直。でもこれをどう料理するかはアッシュ君次第。なるほどですね。わかりました。でも僕もこの2台だったら、なんかこのつなぎ方するかなっていう、早速触っていこうかなと思います。ちょっとこっちからいっていいですか？鳴らしてみよう。すで
にいいんだけど、これすでにいい理由は、さっきアシ君がこっちをクランチにしてくれてるからだと思うんですよね。これちょっと仮にこっちクリーンにしてみて、これオンにするとどうなるか。はい、いきます。いいんだけども、やっぱりちょっとさっきアシ君が言ってくれてたような、細さっていうかアタックのそのバチっていうところだけがすごく目立っちゃう、アンサンブルになると、っていう風になるので、こうすることによって美味しい、ちゃんとね中域がしっかりこう目立ってる感じなんですね。いいですね。でそこからちょっとゲインマックス一回いただいた。普通にいいんだけどどうしたらいいんだろうね。もう終わりますか。いやさすがボスだなっていう感じなんですけど、せっかくの企画なんで原因を落として、僕は2台で歪みを作るっていうパターンが基本の軸としてあるんですけど、ローゲインとローゲインでやるっていうのが結構そのポイントの一つで、ちょっと歪んでるなみたいな。でも優しくフロントとかで弾くとっていう風に、あれ全然クリーンじゃん、っていうこの右手のニュアンスが生きるぐらいの原因にしておく。でそこから踏んでみよう。今何したかっていうのを喋らせてもらうと、やっぱ原因が欲しかったらドライブ上げたいはず。なんだけれども、今極端にレベルをマックスにしました。でトーンは2位なんですが、これあんま変わんない。なんでかっていうと、後ろのコーダにあるブルースドライバーのトーンの方が効きますからね。ドライブ上げると、これソロもちょっとこのセッティングで弾いてますね。芯の部分もなくなっちゃう。そうですね。そう、ドライブは実はそんな上げずにボリュームを上げて音を割っていくっていう考え方。上げてもセンター11時ぐらいかな。これで弾いてみると。アタックがすっごいちゃんと飛んでくる。そう後についてるペダルのレベルに追従してくれるというか、音量に従ってくれるので、ブースターとして使う場合はこっちレベルマックスで問題ないんですよね。なので注意点としては、この前段のレベルをアップしているブースターだけで弾かないで。そうね、これだけが注意点になります。ぜひこの作り方試してみてください。じゃあ続いてアシ君に今日レスポールも持ってきていただきました。じゃーん。かっこいい。かっこいい。これはどちらの、ギブソンは分かってるんですけど、そうですね、ギブソンのマーフィーラボ。マーフィーラボなんだ。ツアーにねもう連れてきまくって、後ろとか見たらかっこええわ。使用頻度の高いレスポールでございます。これちょっと一回安直いっとく。ぜひぜひ。いいっすね。大好きな一本でございます。じゃあこれにつなぐエフェクターを僕がまた勝手に選びたい。アシ君。いやお任せします。本当？チューブスクリーマーミニとオーバードライブ。これね、ちなみに順序は後ろに来るエフェクターのキャラクターの方が色濃く出ますので。そうですね。核となるんで、それはお好みで。どっちからいく？まず OD3 を。OD3 って大人になって弾いたらいいっすね。そうね。なんかちょっとこの哀愁漂う感じのオーバードライブ系なんだよね。すごい太い。これちょっとマックスを、これいつもそうなんですけど、僕一回最大までいきます。でそのどのくらいの最大値があるのかっていうのを知った上で、そこからこう引き算で作っていく。これは結構ポイントの1個ですね。ドライブマックスの OD3 いきます。今こうハンバッカーでやってみて、トーンの感じも真ん中ですごい僕的には納得いったので、このままちょっといってみて。なるほど。じゃあ今回例えばもうこれとこれは同時に踏まない前提でもいいかもしれない。OK です OK です。とか言って最後同時に踏むんですけどね。せっかくだからやって。一旦ちょっとこっちの音作りしてみましょうか。音作り。
今このやっぱチューブスクリーマー独特の音、これがチューブスクリーマーのすごいいいところでもあるんですけど、少し後ろにいる気がするので、トーンをもうこれも一回マックスいってみますけど、意外といい。全然使えますね。僕ちょっといじってみてもいいですか？もちろんです。例えばじゃあこっちのチューブスクリーマーミニはこのトーンはしっかり上がった状態で、オーバードライブを下げてちょいクランチ焼く。OK。こんな感じでそれぞれの役割を持たせてオフするっていうのはこれ結構皆さんもう基本的にはやられてると思うんですけども、めちゃくちゃ良かったです。分離感もすごいいいし、気持ちいいところついてたのって、でまさに僕が説明しちゃっていいのかな、これさっきアシ君が言ってくれたように、こっちゲイン下げ目のレベルが上げ目っていう設定になってるんで、まさにこれ多分一緒に踏んだ時も結構ブースト感が出るので、こっちのドライブをちょっと下げといて、ちょっとブースターとして踏んでみましょうか。はい、じゃあいきますよ。めっちゃかっこいいやん。やったー。すごい。僕的にはいいかなと思ったポイントが、それぞれでも使えるし、両方オンにした時にも使えるっていう今回その音作りかなと思ってて、さっきアシ君がやってくれたやつって、こっちはもうブースター専用、もう捨ててるぐらいのサイズ、単体じゃ使わないっていう作り方も、そういうアプローチもあれば、それぞれが成り立ってるんだけども両方オンにしても使える。ちょっと話が変わるんですけども、最近ファズのエフェクターが出まして、ライムトーンオーディオから。もうチェックさせていただいております。動画全部見ました。マジで？本当に？ありがとうございます。でここにあるんですけれども、あの動画のコメント欄で、アッシュ君がファズ弾いてる動画、これを見てみたいですっていうコメントいただきまして、ありがとうございます。なのでちょっと今日せっかくアッシュ君来てくださったんで、そうですね。いい？これ最後に。むしろありがとうございます。本当に、いや僕もちょっとアッシュ君弾いたらどうなるのかなっていうのは。同じマーシャルのセッティングで、今ねウェイトバイパス機能、動画見てくれたからご存知かもしれないんですけども、このウェイトノブは効いてなくて、ゲインとボリュームだけ、結構のぶとい感じのファズです。いってみます。もう言葉通り文字通りのぶといですね。のぶとい。ストラトでも結構太い音出せるんですけど、これ醍醐味はですね、このウェイトを入れた音で、このウェイトノブで軽さが調節できるんですけど、いやもうアッシュ君にね弾いてもらうの本当にね嬉しい。なんかこちらこそ動画はさっきも言ったんですけど見てたんで、どんな音するのかなって、ファズ大好きなんで出たなら弾きたいと思ってたんですけど、ボリュームの落ち方が使いやすいなって思いました。ハイのこの鈴なりというか、やっぱファズってそこうまみじゃないですかがあるんだけれども、そのなんていうかな、ガチすぎるとやっぱめちゃむずすぎるんですよね。なんで好みによっても結構分かれるんですけど、このハーフにしてね。で上げたらこのもうファズならではの狂った感じというか、かっこいいってなるようなのも出るから、原因をちょっと下げ目も結構面白くて。
メローな感じも出せるかと思いきや、今こっちがクランチじゃないですか。アシ君がさっき設定してくれた。なのでアンプである程度このクリッピングっていうか音量が出過ぎないようになってるんで、例えばここでゲインちょっと上げて、ボリューム上げていくと、さっきアシ君がこのスーパーオーバードライブで説明してくれたようなやつをここで実現できる。こいつでこいつをプッシュするみたいなのができて、なるほどね。これね、ファズ感すごいある。ちょっと上げてみていいですか？はい。いいっすねっていう感じの、今までにない部分もあればちゃんとファズの歴史も踏襲している部分もあるみたいな、このなんか歪んでる時の、なんでかな、ファズにしか出ないぐる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 したぐるぐる、それ分かるかも。このぐるぐるなんか独特っすよね、やっぱファズの歪み、いやほんとそう、というわけで、今回はですねこのエフェクターの音作りいろいろやりましたけれども、エフェクターってもう可能性しかないので、そうですね、学んで一緒に成長していけるアイテムだと思うので、ぜひ皆さんもね、アシ君が教えてくださったこととかも参考にしながら音作りしていただければと思います。今回の動画良かった、楽しかったという方は高評価ぜひお願いします。そしてコメント、あとチャンネル登録もお待ちしております。アシ君の情報概要欄に載ってますので、そちらもぜひチェックしてみてください。お願いします。本日スペシャルゲストギタリストアシ君でした。今日もありがとうございました。それでは皆さんまたの動画でーす。